はい、皆さんこんにちは。ミシガン在住29年エマイこと井原です。今日はドローンを使って釣りの様子を、紹介していきたいと思います。ドローンだけでは音声が入らないので iPhone のカメラを使って音声を録画する予定でした。第1投目になります。ちょっとマイクの線が気になってミスキャストしました。外で作業している間に携帯の充電がかなり、残り少なくなってしまいまして、でこのドローンの撮影をするのにも日がかなり沈みかけているところだったので急いで、携帯を充電しないでそのままドローンを飛ばし始めました。でこの時点で携帯の電源の残りが 15% ぐらいしかなくて、その携帯の電源が切れた時にドローンがどうなっちゃうのか、その場でホバリングしていてくれるのか、あるいはホームポジションに勝手に戻ってしまうのか分からなかったので、かなり心配した顔をしながらキャスティングしています。後で振り返ってみると、このやっぱり有線のマイクはかなり危険で、これに引っ掛けてしまうとここの三脚の上につけている iPhone が水没する可能性があるので、かなりリスクを負って撮影しています。実は自分では気づいてなかったんですけど、ドローンが風に流されてですね、僕の姿が画面から消えてしまうというハプニングがありました。魚が釣れないと面白くないので、今竿を優しい方に変えて釣ろうとしています。リールのついてない竿で小さめの魚を狙っています。魚の大きさは小さいんですけど、やっぱり魚が釣れる時の引きの具合とか、そういう手の感触を味わえるので面白いことは面白いです。僕はあまり目がいい方ではないんですけど、水中にあるその疑似餌のが見えるので、それがパッと消えてしまった瞬間に引きを当たりを合わせれば魚が釣れるという、とても簡単な釣り方です。ドローンの画面から自分が消えていることを気づかずにポーズをとってました。でここで1匹小さい魚がかかったんですが、そのまま逃がしてしまいました。僕は画面に映っていませんけど、池全体が映っているので、そういう意味ではいい絵が撮れたかなと思って満足はしています。別のエピソードになりますが、この池のこの画面に映っているあぶくですね、エアポンプをつける動画を上げていますので、そちらも合わせてご視聴いただけると嬉しいです。小さな当たりはあるんですけれども、なかなか針にかかってくれません。かなり気持ちは焦っている状態だと思います。独り言じゃないですけど、早く連れてくれみたいなことを喋っていたと記憶しています。多分この時点で携帯のバッテリーの状況は 10% 未満に達していると思います。初めはマイクで自分のトークをですね、この時点で喋りながら撮影するつもりだったんですが、ホバリングしているドローンの音と道の向こう側を通っている車の音がうるさくて、全然自分の声がマイクで拾えなかったです。ここでグリーンサンフィッシュがかかるんですけど、途中で針から外れてちょうど桟橋の上に落ちましたので、手で捕まえているところです。せっかく釣れたのにドローンがその映像を撮っていないという珍プレーです。グリーンサンフィッシュという種類の魚で、顔の部分に青く蛍光っぽい青の筋が入っている綺麗な魚です。小さい魚でしたが、1匹釣れたところをお見せできたので、今度はリールのついた、竿でルアーをキャスティングして、もう少し大きめのブラックバスを狙いに行っています。今の僕の表情を見たところ、これがちゃんとドローンの撮影に自分が映り込んでいるのか心配になってチェックをしに行くためにリールを早く巻いているところです。一旦竿を桟橋に置いて、ドローンの操作パネルを
確認しに行っています。マイクもちゃんと外しました。ここで画面がちょっと左に移動すると思います。はい、移動しました。ちょっとこれ行き過ぎたのでもうちょっと右に戻して、これで、本来の撮影すべきショットが撮れている状態です。竿2本を交互に使ったりしているんですが、本当にこのマイクの線が危なっかしい感じですね。この iPhone がいつか池の中に水没すると想像することができます。僕は iPhone8 をドローンの操作用にで、画面を撮影しているマイクのついてる方は iPhone の SE と呼ばれるかなり古いタイプの携帯です。娘が iPhone X に買い替えたので、そのお下がりというか使わなくなった iPhone を撮影用に使っています。この iPhone SE の問題点は、メモリがほとんど残ってないので、ちょっと撮影するとすぐ携帯の中が、満帆になってしまって、あまり使い物にならないっていうのが難点です。これは数日前の様子ですね。エアポンプで、発生するあぶくに水中に存在するゴミが付着してですね、水面に浮き上がってきます。で、浮き上がってきた、ゴミとかですね、枝とか藻を池の中から取り除いている作業の様子です。池の中から取り出した藻やら何やらは、この陸の上に上げてですね、放っておきます。そうすると乾燥しますので、乾燥した、残りの、廃棄物といいますか、ゴミの塊は、そのまま土に、コンポストに入れて土に返します。このファームではなるべくゴミとかですね、不要なものを出さないようになるべく、リサイクルとか、コンポストを通して土に返したりして、再利用していくようにしています。この時点でですね、今日の一日の作業の様子を、マイクに向かって喋っています。もう3週間ほど前に帰ったヒナ15羽ですね、今年2回目に返した鶏の小屋をですね、作りました。ここに出ているのは1週間ほど前の、画像です。今はもっと大きくなっていて、鼻をとにかくばたつかせるので部屋中が羽毛だらけになっています。妻が何とかしてくれという催促をしたので、今日小屋を作って外に出したところです。実は今朝起きた時に池の水面に霧が立ち込めていて、とても幻想的な、風景になってました。急いでT シャツ1枚でドローンをですね持って外に出て、撮影しました。とてもいい絵が撮れたので、次のエピソードで紹介したいと思います。そちらもアップロードできたらですね、ぜひご覧いただきたいなと思っています。はい、皆さん、今日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルではミシガンの日常生活を実体験に基づいて配信しております。もしよろしければチャンネルの登録をよろしくお願いします。高評価もよろしくお願いします。ではまた次回お会いしましょう。さようなら。